こんにちは、庄司です。今日は代謝アップのヨガを始めていきます。だんだん寒くなってきたので、冷え性の方や、あとは運動不足が気になる方などにもおすすめです。それでは四つん這いの姿勢を作りましょう。肩の真下に手が来るように、腰の真下に膝が来るようにして、足の甲は楽に寝かせた状態を作りましょう。息を大きく吸って、吐きながら背中を丸めて目線はおへそ、猫のポーズです。吸って背中を反らせてお尻と頭を上に向けましょう。アップキャットのポーズ。繰り返します。吐きながら背中丸めて目線はおへそ、手で床を押しましょう。吸って背中を反らせて首の前側と胸元をしっかりと開きましょう。ご自身の呼吸に合わせてゆったりと行っていきます。骨盤の歪みを整えてくれる猫のポーズ。ウォームアップにおすすめのポーズです。肘など曲げながらで大丈夫です。柔らかく体を動かしていきましょう。腰痛なども予防してくれる猫のポーズです。両手の指先しっかりと開いて、指の付け根で床を押すようなイメージです。ちょうどいいタイミングで背中まっすぐの状態に戻ってきたら、お尻の位置はそのままで手だけ前に歩かせて伸びをした猫のポーズ。おでこを床につけてもいいですし、余裕のある方は顎と胸を床につけましょう。肩と背中を心地よくストレッチしてくれる伸びをした猫のポーズです。肩周りの力みが気になる場合は、両手を少し大きめに広げましょう。そのまま大きな一呼吸。手を手前に歩かせるようにして元の四つん這いの姿勢に戻りましょう。両方の足の指を立てたら息を大きく吸って、吐きながら膝を浮かせてお尻一番高いところに持っていきます。ダウンドッグのポーズでキープ、呼吸を続けましょう。両手は肩幅、両足は腰幅です。手と足の中指がまっすぐ前を向くようにセット。かかとが折りづらい場合は手と足の前後の幅を縮めてあげてください。目線を徐々に床に移しながらお尻の位置を下げていって板のポーズ、プランクのポーズに入りましょう。続いてお尻を持ち上げてダウンドッグ、頭の力を抜きます。お尻をゆっくり下げていって目線は床でプランクのポーズ。このポーズを交互に行っていきます。呼吸のルーティンを決めてあげるとやりやすいです。吸う息でプランクのポーズに入って、吐く息でダウンドッグのポーズに戻りましょう。吸う息でプランクのポーズにもう一回入ったら、吐きながら腕立て伏せのように胸から床に降りましょう。手足で体を支えてチャトランガ、床に降りましょう。そしたら足の甲は楽に寝かせて、手で床を押して背中を反らせましょう。骨盤が浮かない程度で大丈夫です。コブラのポーズ。骨盤が浮いてしまう場合は、
手を少し前に歩かせて、肩が楽に降りるポジションを探してください。首の前側が長い状態です。背筋、お尻の筋肉も少し意識しましょう。背中の心地よい伸びを感じて大きな一呼吸です。一度床に降りたら両手胸の横、手で床を押して四つん這いを経由してチャイルドポーズです。お尻かかとの上に乗っけておでこは床、手はトコトコトコと前に歩かせて肩が心地よく伸びるポジションを探しましょう。これからいろんなポーズを行っていきますが、体に少しでも力みを感じたら、このチャイルドポーズに戻るようにしてください。無理のないように、ご自身のペースで行っていきましょう。元の四つん這いの姿勢に戻ったら、もう一度ダウンドッグに入りましょう。軽くつま先立ちを作ったりして、足の指までしっかりとほぐしていきます。十分にほぐれたらゆっくりと肘を床に下ろしてドルフィンポーズに入っていきましょう。肘は肩幅から広がらないように気をつけて、頭の先で両手組んでいただいても大丈夫です。かかとは浮いてしまって OK。肩こり解消のドルフィンポーズです。大きな一呼吸。それでは両手のひら床に戻してダウンドッグのポーズです。呼吸を整えて、それでは目線手と手の間、右の足を大きく一歩両手の間に入れましょう。後ろの足はつま先立ちの状態のまま、軽く体を上下にバウンスさせたり前後に揺らしたりして足全体をストレッチしましょう。この時背筋まっすぐの状態をキープします。後ろの膝ゆっくりと床へと下ろしたら足の甲も寝かせます。両手前の膝の上です。吸い気で両手天井方向へ、吐きながら肩の力を抜きましょう。余裕があれば吸い気で背中を反らせて斜め上を見ましょう。代謝アップ、明るい気持ちを取り入れてくれる三日月のポーズです。そのまま息を大きく吸って、吐きながらゆっくりと両手床へと下ろしましょう。続いて右の手、後ろの左の足の甲をキャッチしましょう。目線は右斜め後ろを見るかお好きなところで大丈夫です。右の胸を開いて肩を後ろに引くようにすると足先がつかみやすいです。太ももの前側をストレッチして肩の柔軟性も高めましょう。ゆっくりと手を離して足先も床に下ろしましょう。ダウンドッグに戻って呼吸を繰り返します。目線床に移して今度左の足を大きく一歩両手の間に入れましょう。まずは体を上下前後に揺らして足全体をストレッチしていきます。後ろの足のアキレス腱や鼠径部のあたり、心地よいストレッチを感じましょう。後ろの足の膝床へと下ろして足の甲も寝かせましょう。両手前の膝の上です。息を大きく吸って両手前から持ち上げて天井方向、吐きながら肩の力を抜きます。余裕があれば吸い息で斜め上を見て胸を開きましょう。骨盤の歪みも整えてくれる三日月のポーズです。そのまま息を大きく吸って吐きながら両手ゆっくりと床へと下ろしましょう。
続いて左の手で後ろの右の足の甲をキャッチ。目線は左斜め後ろの方を見るか、お好きなところを見ていただいて、そのままキープ、呼吸を続けましょう。余裕があれば左胸を開いてあげるようなイメージで、肩と太ももの前側両方ストレッチしましょう。ゆっくりと手を離して後ろの足床に戻しましょう。両手床についたら前の足を後ろに引いてもう一度ダウンドッグの姿勢です。しっかりと呼吸を整えましょう。それでは両方の肘を床に下ろして再びドルフィンポーズです。両手頭の先で組んでいただいても OK。そのままキープしましょう。ダウンドッグの時と同じようにお尻は斜め上に引き上げたままです。かかとは浮いてしまって大丈夫。肘でしっかり床を押しましょう。目線は足の方を見るようにします。それでは両手のひら床のダウンドッグに戻りましょう。呼吸を整えて、そしたら左の足を両手の間に大きく一歩入れましょう。かかとを下ろしてゆっくりと起き上がってきます。左の足はまっすぐ左、右の足はまっすぐ前に向けましょう。骨盤に手を当てて骨盤がまっすぐ前を向いていることを確認したら、吸う息で両手床と平行。吐きながら左の膝を曲げましょう。戦士のポーズ2番です。目線は左手の先、肩は力まないように気をつけます。右足の小指もしっかりと床を捉えましょう。戦士のポーズ2番です。続いて吸う息でリバースウォリアー。右の手は右の足、左の手は頭の先に伸ばして、吐きながら元の戦士のポーズ2番に戻りましょう。続いて左の肘を左の膝の上に乗っけましょう。右の手頭の先にぐーっと伸ばして立位の脇のストレッチ。余裕がある方は左手左足の外側に置きましょう。さらにストレッチを深めます。さらに余裕のある方は左の腕、足の前から通して両手を背中の後ろでキャッチ。胸をぐっと開いて上を見ます。私は今日は床に手をつけた立位の脇のストレッチで行っていきます。無理せず今日の体調に合わせてポーズを選んでください。どのポーズも目線は上の方を見ましょう。それでは上体を起こしてからでもいいので、両手を左の足の両サイドに下ろしましょう。前の足後ろに引いて元のダウンドッグのポーズで呼吸を整えます。それでは目線手と手の間、右の足を両手の間に大きく一歩入れましょう。後ろの足かかとを下ろすようにしてゆっくりと起き上がってきます。右の足はまっすぐ右、左の足はまっすぐ前に向かわせましょう。骨盤もまっすぐ前。吸う息で両手床と平行。吐きながら右の膝を曲げていきましょう。戦士のポーズ2番です。目線は右手の先を見ましょう。余裕があれば足の幅を少し開いてあげましょう。左の手が下がりやすいので、両手床と平行を意識します。続いて吸う息でリバースウォーリアーに入りましょう。左の手は足のあたり、右の手は頭の先に伸ばして二の腕越しに天井を見て、吐きながら戦士のポーズ2番に戻りましょう。大きな一呼吸です。
それでは右手の肘を右の膝の上に乗っけます。左の手頭の先に伸ばして立位の脇ストレッチ、二の腕越しに天井を見ます。余裕があれば右の手床に下ろして同じようにポーズキープしましょう。さらに余裕がある方、右の腕を足の前から通して両手背中の後ろでキャッチして天井を見ます。必ず無理のないポーズでキープしましょう。私は今日は2番目に紹介した床に手をつけた立位の脇ストレッチのポーズを行っています。体幹を整えて股関節の柔軟性を高めてくれる立位の脇ストレッチのポーズ。一回上体を起こしてもいいので、両手右足の両サイドに下ろしたら、右足後ろに引いてダウンドッグのポーズに戻りましょう。深い呼吸。それでは両膝床に下ろしましょう。足の甲も寝かせて、お尻かかとの上、おでこ床につけてチャイルドポーズで休みましょう。両手は前の方に伸ばしてもいいですし、足先の方に伸ばして手のひら上で肩を脱力させても OK です。お好きなチャイルドポーズでキープしましょう。背中やお尻広がりを感じながら息を吸って、吐きながら肩の力楽に抜きましょう。もう一度繰り返します。息を吸って、吐いて全身の力を抜きましょう。両手顔の横、手で床を押してロールアップで起き上がってきます。頭まで起き上がったら最後に大きな一呼吸です。それでは前を向いて座った姿勢を作りましょう。これで今日のレッスン終わります。今日もご参加いただきありがとうございました。良い一日をお過ごしください。さようなら。